皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。パワー BI 階層化データ分析マスター講座第2回へようこそ。今回は、DAX 関数を駆使した階層データの扱いや、見やすい組織図の作成方法について、さらに深く掘り下げていきます。本日の内容はご覧の2本立てです。まず前半では、階層構造を扱う上で欠かせない DAX 関数を一つ一つ丁寧に解説していきます。そして後半では、カスタムビジュアルを使って、インタラクティブな組織図を作成する手順をご紹介します。それでは、早速始めましょう。組織の階層や商品カテゴリーのように、データが親子関係を持っている場合、パワー BI で分析するのは少しコツがいります。ここで登場するのが、親子階層を扱うための特別な DAX 関数です。特に重要なのが、親子のつながりを一本の道筋、つまり、パスとして作成するパス関数です。これから、これらの関数を使って、複雑な親子関係をパワー BI に理解させていきましょう。今回使用するデータモデルはこちらです。社員の情報を格納した、社員マスターテーブルと、日々の売上記録である、売上データテーブル。この2つのテーブルをリレーションシップでつなぎ、分析を進めていきます。まずは、最も基本となるパス関数です。この関数は、社員マスターテーブルにあるような、社員 ID と上司 ID といった親子関係のデータから、組織の最上位の親から現在の業の社員までのルートを、一本の文字列として作成してくれます。構文は非常にシンプルです。パス関数の一つ目の引数に、この ID 列、今回の例では、社員 ID を、二つ目の引数に、親の ID 列、つまり、上司 ID を指定します。こうすることで、ID がパイプ記号で区切られたテキスト文字列、例えば、1、2、6、9のような階層パスが返されます。それでは実際にやってみましょう。データビューで、社員マスターテーブルを選択し、新しい列をクリックします。数式バーが表示されたら、ご覧のようにパス関数を入力します。階層パスイコールパス社員マスター社員 ID、社員マスター上司 ID これで、各社員の階層パスが計算されます。計算結果を見てみましょう。例えば、社長である佐藤太郎さんは最上位なので、親がいません。そのため、自身の社員 ID である1だけが返されます。一方、営業部長の田中三郎さんは、上司 ID が2です。パス関数はまず上司のパス、1、2を探し出し、その末尾に田中さん自身の ID、4を連結して、1、2、4というパスを生成します。次に紹介するのは、パスレンクス関数です。これは一言で言うと、階層の深さ、つまりレベルを数えるための関数です。先ほどパス関数で作成した階層パスを受け取り、その中に ID がいくつ含まれているかを数えます。これを使えば、各社員が組織のトップから数えて何階層目に位置するのかが一目でわかります。構文はさらにシンプルです。パスレンクスの引数に、先ほど作成した階層パスの列を指定するだけです。パスレンクス1重引用符社員マスター1重引用符、階層パスこれだけで階層の深さを計算できます。結果がこちらです。事業本部長の鈴木一郎さんの階層パスは、1、2でしたので、ID の数は2つ。結果は、2となります。同様に、営業担当の小林八郎さんのパスは、1、2、4、6、9で ID が5つなので、階層レベルは、5と計算されました。非常に簡単ですね。続いては、パスアイテム関数です。これは、階層パスの中から、指定した位置の ID をピンポイントで取り出すための関数です。例えば、この社員の所属する部の部長は誰か、といったように、特定の階層レベルの ID を取得したい場合に非常に役立ちます。構文を見ていきましょう。第1引数に、階層パスの列、第2引数に取得したい ID の位置を左からの順番で指定します。第3引数は任意ですが、モドリチのデータ型を整数かテキストか指定できます。通常は整数のままで問題ありません。ここでは、各社員の直属の上司 ID を求めてみましょ
自分の階層レベルから1を引いた位置が、直属の上司の ID になりますね。例えば、階層レベル5の小林さんの場合、レベルから1を引いた4番目の ID を取り出します。階層パス1、2、4、6、9の4番目は6なので、直属の上司 ID は6であることがわかります。さて、上司の ID が分かっても、名前がわからないと不便ですよね。そこで登場するのが Lookup Value 関数です。これは Excel の VLOOKUP のように、指定した条件で別のテーブルを検索し、欲しい値を取ってくる関数です。リレーションシップがないテーブル間でも使えるのが強力な点です。構文です。第一引数に最終的に取得したい値が入っている列。今回は指名列を指定します。第二引数に検索の手がかりとなる列、つまり社員 ID 列を。そして第三引数に探したい具体的な値、先ほどページテムで求めた直属上司 ID を指定します。実際に直属上司指名という新しい列を作成してみましょう。Lookup Value 関数を使って先ほど求めた直属上司 ID をキーに社員マスターテーブルから対応する指名を検索します。結果として ID だけでなく上司の名前を並べて表示させることができました。次に少し応用的な使い方を見ていきましょう。カルキュレートテーブル関数はフィルター条件を変更して新しい仮想のテーブルを返すことができる強力な関数です。これを使って部下を持つ役職者だけのリストを作成してみましょう。まず、モデリングタブから新しいテーブルをクリックします。そして、数式バーに DAX 関数を入力していきます。こちらが役職者リストを作成する DAX 式です。カルキュレートテーブル関数を使い、社員マスターテーブルの中から、上司 ID 列に ID が登場する社員、つまり、誰かしらの上司である社員だけを抽出しています。エンターキーを押すと、ご覧のように、役職者リストという新しいテーブルが完成します。式の意味をもう少し詳しく見てみましょう。バリュー関数で、上司 ID 列に登場する ID のリストを重複なく作成します。そして、因縁算子で、社員マスターの社員 ID が、そのリストに含まれている行だけを絞り込んでいる、という仕組みです。作成した役職者リストテーブルを使って、レポートにスライサーを配置してみましょう。指名と役職をフィールドに追加すれば、役職者だけで絞り込みができる便利なスライサーの完成です。いよいよ最後の DAX 関数の紹介です。パスコンテインズ関数。これは階層パスの中に探したい特定の ID が含まれているかどうかを調べるための関数です。この社員は選択した役職者の配下ですかといった判定に使え、結果を true か false で返します。構文はとてもシンプルです。第一引数に調査対象の階層パスの列、第二引数にそのパス内に存在するかどうかをチェックしたい ID を指定します。それでは、このパスコンテインズ関数を使って、スライサーで選択した役職者の配下メンバーの売上合計を計算するメジャーを作成しましょう。レポートビューで新しいメジャーを選択し、DAX 関数を入力します。こちらがメジャーの式です。カルキュレート関数で売上金額の合計を計算しますが、その際にフィルターをかけています。フィルターの条件がパスコンテインズ関数です。各社員の階層パスに、スライサーで選択された役職者の社員 ID が含まれているかどうかを判定し、含まれている行イコール配下の社員の売上だけを合計するという仕組みです。作成したメジャーをグラフで確認してみましょう。積み上げ縦棒グラフを追加し Y 軸に、配下売上合計メジャーを配置します。スライサーで特定の役職者を選択すると、その人の配下メンバーの売上合計だけがグラフに表示されるようになりました。これで部門ごとの業績分析などが簡単に行えますね。さて、DAX 関数はマスターできましたので、最後にもっと見栄えの良い可視化にも挑戦しましょう。Power BI には、標準ビジュアル以外にも、アプリソースから様々なカスタムビジュアルを追加できます。今回はその中から、ハイアラーキーチャートバイアクベロン
という組織図作成に特化したツールを使ってみます。インストールの手順です。視覚化ペインのオプション3点リーダーをクリックし、その他のビジュアルの取得を選びます。検索ボックスに、ハイアラーキーと入力し、表示された、ハイアラーキーチャートをクリックします。詳細画面が表示されたら、追加ボタンをクリックするだけです。これで、視覚化ペインに新しいアイコンが追加され、いつでも使えるようになります。それでは、このビジュアルを使って組織図を作成していきましょう。まず、インストールされたハイアラーキーチャートのアイコンをクリックして、レポートキャンバスに配置し、枠のサイズを調整します。次に、フィールドに必要なデータを設定します。社員マスターテーブルから、ID に、社員 ID、ペアラントに、上司 ID、タイトルに、氏名、サブタイトルに、役職を、それぞれドラッグ&ドロップします。これだけで、基本的な組織図が自動的に描画されます。少し見栄えを調整しましょう。ビジュアルの書式設定を開き、タイプカラーズの項目でノドの色を変更できます。お好みの色に設定して、見やすいチャートに仕上げてください。このビジュアルはインタラクティブに操作できます。上部にあるプラスやマイナスボタンをクリックすることで、表示する階層の深さを簡単に増やしたり、狭めたりすることができます。また、各ノド、つまり社員ボックスの下にある小さなプラスやマイナスアイコンをクリックすれば、その配下の階層だけ個別に表示、非表示を切り替えることも可能です。大人数の組織でも、すっきりと見せることができますね。本日は、親子階層データを自在に操るための DAX 関数と、それを利用したインタラクティブな組織図の作成方法について学びました。パス関数を基本とした一連の関数を組み合わせることで、複雑な階層分析が可能になります。ぜひ、皆さんのレポートにも応用してみてください。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が役に立ったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。